いやー、すごかったですね。少し収まりました。この辺野生動物とかも出ますんで、もう少し霧収まるまで休憩します。いただきます。愛知県までまだまだ距離ありますんで、もう少し進んでから加入したいと思います。今回愛知県のキャンピングカービルダーさんに新型のキャンピングカー見てみませんかとお話いただきました。ありがとうございます。ビルダーさんは JP スターさんとトイファクトリーさんです。愛知県、岐阜県移動しながらの車中生活になると思います。今回新たにキャンピングカー DIY しました。このマルチルームに前までトイレ置いてたんですけど、シャワー浴びるときに毎回抜かさないといけないので、リアの2段ベッドを取って後ろにトイレルーム作りました。本来ここにカーテンとか扉つけたかったんですけど、今回はお試しという感じで使ってみます。一人だからいらないんですけど、一応ここに仕切りカーテンはあります。反対側はこんな感じのテーブルにしました。このテーブルの下、ここがね、前のベッドのところですね。まだ名残あります。ここの板取っただけなんで、すぐにベッドに戻せます。というのもですね、購入した藤川さんに軽く聞いたんですけど、ここのベッドなくしてしまうと就寝定員変わりますんで、最悪キャンピングカーの8ナンバー登録がなくなってしまうということもあるそうです。お聞きしたスタッフさんもちゃんと調べてみないとわからないということですが、一応今回はすぐに戻せる DIY にしました。一回使ってみて、良ければ扉などつけて、このレイアウトでもっとしっかり DIY したいと思います。リアのベッドを取ってしまうと、車検時に構造変更が必要なのかとかは、このキャンピングカーを製造したバンテクさんにまた聞いてみたいと思います。いつも車中生活で困るのが洗濯物なんですけど、今回試しで小型折りたたみ式の洗濯機買ってみました。これ一度使用してみます。Amazon で買ったんですけど、うまくいくんでしょうか。今日シャワーありますんで、後で実際に試してみます。
いただきます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱり電子レンジ調理なんでべちゃっと感は多少あるんですけど、なんて言うんでしょうか、炊き込みご飯のような感じもして自分は好きです。しかもこれ洗いもないんですよね。なのですぐに出発できます。キャンピングカーで火を使う料理も楽しいですが、この電子レンジ調理っていうのも奥が深くて面白いですね。特に1泊2日などの短期車中旅行というよりか、こういった車内で長期車中生活する時の時短アイテムとしてかなり重宝します。はい、それでは再出発します。霧収まってたらいいんですけど、行けるとこまで行きます。できるだけ進んで愛知県の近くで休みたいと思います。あ、この辺は霧収まってますね。よかったです。それでは安全運転で再出発します。明日の朝なんですけど、 JP スターさんに行きます。 JP スターさんは愛知県の豊明市にあります。あ、ハイウェイオアシスありますね。はい、ハイウェイオアシス着いて駐車しようと思ったんですけど、なんか嫌な予感がしたんで降りてみました。ここですね。ちょっと後ろなんか詰めるの嫌な予感したんで、上見ると木がありました。これもうちょっとでぶつかりそうでした。なんかここの駐車場全部後ろに木あるんですよね。ほとんど誰もいなくて空いてるんですけど、全部木あります。いやー、降りてよかった。これ普通に何も考えずに止めていたら屋根ガガガって木の枝いってると思います。でこの先に普通のサービスエリアありますんで、そちらに止めます。あれ、嘘、 ETC の出口来ちゃいました。どうしよう、しょうがないですね。一旦出ます。なんかここのサービスエリアややこしいですね。あ、なんかここ降りる場所間違えた時の停止場所ってありますね。向こうに管理棟みたいなのあるんですけど、あそこに行ったらいいんですかね。でもなんかちょっとこの高速道路歩くのも怖いんで、もう一旦このまま高速道路を降りて、でまたナビ通りに高速道路入って次のパーキングエリアで仮眠します。はい、じゃあ再び高速道路入ります。はい、結構距離稼ぎました。もう JP スターさんまでは残り40分ぐらいです。乗用車は1台もいなく、トラックだけのパーキングエリアです。トイレと自動販売機があるだけですね。今からシャワー入って洗濯してゆっくりしようかなと思ったんですけど、もう深夜の1時半なんですよね。明日も朝早いんで、今日はもうシャワー浴びずに歯磨きして眠ります。洗濯機はまた明日以降ジルに戻ってきて車中泊してシャワー浴びるときに使ってみます。もう一瞬で眠れそうです。とりあえず歯磨きます。
いやー、運転終わってすぐふかふかの布団で眠れる。最高です。自分リアのベッドも好きなんですけど、ここのソファーベッドで寝るのが一番好きなんですよね。やっぱりこれ天井がすごい高いんで開放感があります。もう全然車の中とは思えないぐらいの快適な眠る空間です。さあ、それでは眠ります。明日も朝早いんで多分5時間ぐらいしか眠れないと思うんですけど、しっかり疲れを取りたいと思います。いただきます。それでは安全運転で再出発します。道もそんなに混んでないですね。良かったです。これだったらもうすぐに着きそうです。到着しました。軽キャブコンのハッピーワンがずらっと並んでます。今回新型のキャブコンディスカバリー撮影します。こちらまた別でアップしますんで、概要欄にリンク貼っておきます。JP スタさんは1泊2日の撮影予定なので、また終わりましたらジルに戻って車中生活撮影再開します。はい、終わりました。なんか洗車してくれてすごいピカピカになってます。ありがとうございます。それでは次の現場へ出発します。明日は隣の岐阜県でトイファクトリーさんの撮影あります。とりあえず岐阜県まで行ってどこか適当なコインパーキングで車中します。愛知県から岐阜県まで結構距離あるみたいなんで、途中もバイパスとか高速乗ってコンビニも寄りながら向かいます。今バイパスに合流しました。今日ですね、ガソリンエンジンのカムロードずっと乗ってたんですけど、やっぱりディーゼルは楽ですね。このジル520はディーゼルなんですけど、低回転でぐんぐん進んでいくんですごい静かです。はい、ここ良さそうですね。高さ制限もないんで、ここに駐車します。スーパーの前のコインパーキングに来ました。誰もいません。ちょっと雨が降っています。24時間400円ですね。
向こうに駅あるんですけど、西蟹という駅です。ここは岐阜県の蟹市のようです。こうやって知らない街で車中泊できるのワクワクします。はい、それでは車内入ります。早速なんですけど、お腹空いたんでご飯にします。スーパーでこの富山県のホタルイカボイルが売ってました。これ多分ね、まだ富山県はホタルイカ旬じゃないと思いますんで、冷凍だと思います。札幌一番味噌ラーメンもありましたんで、ホタルイカの味噌バター焼きラーメン作ってみます。今回なんですけど、場所も場所なんで IH 調理器こちら使って調理していきます。インスタントですがごちそうになりました。それではいただきます。ごちそうさまでした。それでは片付けながら次シャワー入りますんで、温水ボイラーのお湯沸かしておきます。はい、実はですね、先日藤和ジャパンさんにこの温水ボイラーのチェックしてもらいました。というのも、この温水ボイラーはここスイッチを押して LP ガスで温めるんですけど、走行中のエンジンの熱、ラジエーターの熱でも温めることができます。
ただですね、その走行中のエンジンの熱、ラジエーターの熱で温める方式なんですけど、あまり熱くなりませんでした。だいたい40度ぐらいまでしか熱くなりません。で、他のキャンピングカー乗ってる方に聞くと結構熱々になりそうです。その方は電気ではなくて同じ LP ガスでした。なので自分のキャンピングカーの温水ボイラーが故障してるんじゃないかなと思って一度点検してしまいました。すると特に異常はなかったそうです。このラジエーターで温める方式なんですけど、エンジンの熱、ラジエーターがエンジンの方からパイプや管みたいなものを通って温水のタンクの中にも管が通って温める仕組みになってます。調べてもらった結果、エンジン付近は60度ぐらいだったんですけど、そこからこの管が通ってきて、この温水タンクのところに着く頃にはもう40度になっていたそうです。なのでどう頑張っても温水タンクの中はそれ以上40度以上になりません。なので問題ないという風に藤川さんから説明を受けました。やはりこの方のジル520っていうのは走行中のエンジンの熱では40度ぐらいまでしか上がらないようです。で、シャワーを浴びるにはその40度のお湯をずっと出しておくと生活用水が足されていってどんどんぬるくなってくるんですよね。なのでエンジンの走行熱は補助的な役割で、やはり LP ガスでボイラーを使用し、もう少し温度を上げて生活用水の水と混ざっても熱いシャワーを浴びるようになることができるようです。はい、そろそろ温水使えるでしょうか。熱々です。それでは一度シャワー浴びてきます。今ずっとお酒をやめています。というのも去年の年末に右手骨折してまだ傷の跡あるんですけど、プレートまだ抜いてません。でもう多分飲んでもいけると思うんですけど、ちょっとどうせならね、もうちょっとノンアルコール生活続けようと思います。やっぱり夜仕事残ってる時とか何かやらなければならないことがある時でもお酒飲んじゃうともう終わっちゃうんですよね。自分がやること遅いっていうのもあるんですけど、もうしばらく続けれそうなんで続けてみたいと思います。それでは洗い物が増えてきたんで洗濯試してみます。はい、これが洗濯機です。一旦これ伸ばしてみます。こんな感じで、はい、伸びました。バケツみたいな感じですね。この中にホースがあります。で、これが回りますね。これで水流を起こして洗濯するようです。後ろにこの排水ホースの差し込み口があります。電源は AC コンセントです。はい、電源つきました。で、3分と10分と5分選べるようです。お、中も光ってますね。では一旦タオルとか T シャツとか下着とか溜まったもの入る分だけ洗っていきます。はい、T シャツ2枚とタオルと、下着、靴下2日分ですね、入れたんですけど、ちょっとこれパンパンですね。これはちょっと回らない気がしますんで少し減らします。はい、減らしました。下着、靴下、T シャツ、タオルと1日分全部1枚ずつ入れてます。これで洗濯してみます。それではお水入れていきます。これどのぐらい入れるんでしょうかね。一旦服が満たされるまでこのラインまで入れてみます。まず1リッター、
あれ出てきてる。どういうことこれ。ここのホース、まだ刺したらダメなんですかね。これを抜いといて、これが正解なんですかね。一旦、ここの線しておきます。はい、2リッター。3リッター。はい、4リッター。5リッター。6リッター。こんなもんですかね。水が服の上の水位まで来ました。はい、洗剤を少し入れます。これで10分回してみます。なんかモーターが回ってる音をしています。ちょっと動いてますね。あんまり回ってないように見えますが、ちょっとこれで放置してみます。やっぱりちょっと周りが悪いんで、一旦量減らしてみます。一旦 T シャツ減らします。これでどうでしょうか。洗濯物っぽくなってきましたね。回り出しました。分けます。じゃあそれでは待ってる間、明日の用意ですね。資料とかまとめて待っておきます。それではせっかくなんで、後ろのこの場所でパソコンします。はい、10分経って洗濯も止まりました。で、排水してみます。これホースどうやって突っ込むんでしょうか。もうこれ抜くと出ますよね。この状態でこうですかね。ってなると一旦直接出ちゃう感じになりますね。これもう抜いても一緒ですよね。こうしときます。はい、水分なくなりました。で、これ脱水できるようなんで一回試してみます。これをこの中に入れて、で乗っけます。じゃあこれで一回やってみます。すごい暴れてる。でしかも脱水されてすごい水出てきています。これはこのためのホースかな。ここつけて、ここに吸盤がついてるんでテーブルの上にくっつきます。はい、これでもちょっと動くんで、これなんか対策考えないといけないですね。ちょっと一旦軽く押さえておきます。回ってます。もうこれ脱水できてますね。しっかり脱水できてますね。水は落ちてきません。干す場所なんですけど、今回新たに DIY しました。こちらに物干し用のワイヤーを取り付けました。まだ仮なんで両面テープでつけただけです。これを伸ばして反対側にロックします。で、ここもロックします。これでワイヤーが垂れずに干せます。はい、あとは T シャツも洗って脱水します。 T シャツだけの脱水はあんまり入れないですね。はい、じゃあこの T シャツを干しときます。ここエアコンのすぐ下なんで、エアコンつけていたらすぐ乾きそうです。冬場は FF ヒーターつけたらすぐ乾くし、なおかつこの乾燥ですね。部屋の濡れた洗濯物があることによって乾燥も防ぐことができます。自分は乾燥肌なんで FF ヒーターかなり乾燥しますんで、よく濡れタオルをこうやって干してました。なので洗濯との FF ヒーターの相性はすごいいいですね。洗濯機手こずりましたが、無事洗濯物が洗えて干せてよかったです。もうここまで来るとロマンですね。食洗機も導入して、
フル家電車中生活できればどこでも生きていけそうです。そんなアホなこと言うてますが、もう明日に備えて眠ります。いきます。夜は寒いんですけど、日が昇ると暖かくなってくるこの時期、春の陽気を感じる車中はすごい気持ちよくて、夏の暑くなる前の唯一の快適な期間ですね。さあ、それではまだ時間ありますんで、もうパパッと朝食ここでいただきます。最近この分厚いパンにはまっています。これは4枚切りです。これに焦がしバターをまぶすだけの究極のバタートーストをいただきます。このキャンピングカーの中にトースターあるんですけど、やっぱりバター溶かして焦がして焼くっていうのはフライパンしかできないんで、もうあえてフライパンで作りました。それではいただきます。ごちそうさまでした。なんでこの普通のバタートーストがキャンピングカーの中で食べるとこんなに美味しいんでしょうか。出来たてというのもあるんですけど、やはりこの空間だから美味しさが増すというのはあると思います。まだまだ食べたいんですけど、今日は洗い物もありますんで、もうパパッと片付けて出発します。
はい、マップで確認すると、ここのコインパーキングからトイファクトリーさんまでは21分です。めっちゃ近いですね。これがマイノリ車中泊の魅力ですよね。地方に行くと意外とホテルってなかったりします。なのでどこでも泊まれるこのキャンピングカーは強い味方です。はい、それでは再出発します。はい、トイファクトリーさん到着しました。このフィアットデュカトで車中泊していきます。かっこいいですね。また終わったらジルの動画撮影していきます。はい、終わりました。もう日が暮れてきました。今から富山県へ向かいます。寝ていました。なんか疲れていたようで3秒で眠りについていました。しっかり寝れたので今は回復しました。元気です。いただきます。今あるものがですね、レトルトのご飯と卵と鶏そぼろでレタスがあります。それではこれでオム鶏そぼろおにぎり作ります。おいしそうにできました。中どうなってるでしょうか。ごちそうさまでした。排水タンク結構汚れてきましたんで、このピューラックスで殺菌しておきます。天気が少し曇ってきました。雨降りそうです。ここからはノンストップで富山県に向かいます。今現在の生活用水タンクなんですけど、半分よりちょい上っていう感じですね。今回洗い物とシャワー1回、そして洗濯しました。生活用水タンクマックスで 63.5 リッター入ります。電気は
エアコン暖房など使いまくってもまだ 788A あります。マックスで約 970A。やっぱり冬場は電気が余っちゃいますね。で、今回初めて使ったキャンピングカー内での洗濯機なんですけど、面白かったです。ちょっと課題はたくさんあるんですけど、洗濯できることはできたんで、今までの車中生活と一味違った車中生活になりました。使ってみていまいちだったのは、やっぱりこれ折りたたみ式であんまり容量入らないんですよね。それとあとはこの脱水が甘かったですね。脱水してからも普通に絞ったらたくさん出ました。ロマン枠という感じですね。一方良かったなと思うのは、こういったプリントの T シャツですよね。結構何回も洗って乾燥していくとガビガビになっていきます。これはもうほんと手洗いみたいなもんなんで、生地はほとんど傷みません。その分洗浄能力も低いと思いますが、一長一短があるっていう感じですね。で、意外と良かったのがこのタオルなんですけど、自分何種類かキャンピングカー内に置いています。低服タオルで初期服タオルなど分けています。この辺いちいち持って帰らなくてもキャンピングカー内で洗濯して乾かして置いてくれるっていうのは便利ですね。でもそうなるとこのバケツにも手洗いでいいやんっていう話になりますが、手間が少ないのでもうちょっと便利な洗濯機が欲しいなと思いました。あとは食器洗い機欲しいですね。このリアの2段ベッド取って部屋になったんで置くスペースはあります。食器洗い機はこの手洗いの洗いよりも節水になると思いますんで、貴重なキャンピングカーの水を有効活用できます。なんか一人用とかでコンパクトなやつがあればまた使ってみたいと思います。そして今回一人の車中生活で初めて使ってみたこのリアマルチスペースなんですけど、かなり良かったです。ただ課題も見つかりました。まずはここの板ですね。やはり入りにくかったです。ちょっと足を上げないといけません。というのもやっぱりベッドを元に戻せる状態にしてますんで、この板が取れないんですね。固定方法なんですけど、ビスで溜まっています。ここ2つと下も2つ溜まっていました。なのでこれ外しとくと車検の時毎回戻すのちょっと手間だなと思いました。で、F フィーターの出口もありますんで、なんかこの辺切り抜いて、そして車検の時簡単にパカってはめれるような改良できたらいいなと思います。次思ったのが、やっぱりこのトイレとですね、この家電が一緒にあるっていうのはどうかなと思いました。ここのカーテンで仕切りますんで、ここカーテンないんで、何か考えないといけないなと思いました。これもまた簡単にベッドに戻せる状態ということなんで、やっぱりカーテンが一番早いかなと思います。もしくはロールカーテンですね。でもロールカーテンだと防音機能が低そうです。本当はね、もうここドアつけちゃえば一番いいんですけど、そうなると車検の時戻すの大変になります。何より一人だったらいいんですけど、家族で使うときはやっぱりこのカーテンだけっていうのは使用しにくいですね。いくら家族でも。なのでしっかりとした密閉して防音機能のある扉かカーテンなど何か考えるか、もしくはもう家族で車中泊するときはこのマルチルーム、トイレこっち側に置いてしまって、シャワーはキャンピングカーで使わないようにするのがいいかもしれません。ただ今回ですね、このシャワーのマルチルーム、トイレで使わずにシャワーだけで使ったらめちゃくちゃ快適でした。トイレ出さなくていいし、広いし、もう濡れてもそのままで放置して乾かせます。マルチルーム2つはキャンピングカーに別次元の快適性をもたらしてくれました。これは貴重な体験でした。その代わりリアの2段ベッドなくなったんで、この常設ベッドがなくなってしまったんですけど、そのデメリットを上回るような快適性がありました。何よりこの部屋なんかワクワクしますしね、可能性がたくさんあります。こちらのこの秘密基地スペースも何かと便利でした。調理のサブスペースとして使えるし、パソコン置きっぱでこっちのメインソファでご飯食べたりできます。普通はパソコンしていて一旦パソコン片付けてご飯食べるという感じなんですけど、置きっぱでいいので仕事で使うにはかなりメリットがありました。このテーブル家族で使うときは嫁のドレッサーになりました。先日家族でもこのレイアウトで車中泊行ってきました。そちらも動画撮ってますんで、サブチャンで上がると思います。もしかしたらもう上げているかもしれません。この動画の概要欄にサブチャンネルのリンクも掲載しておきます。よかったらチェックお願いします。また今後ですね、このリアマルチルーム、トイレ改装したり、洗濯機を置いたり、いろいろやっていきます。それではご視聴ありがとうございました。